イヤホーみんな息してる、息しかしてない時丸です。今日は物欲の手放し方について僕が実践していることを話したいと思います。物欲が全然収まらなくて年末年始結構買ってしまった人、常に買う癖がついている人はぜひ最後まで見てください。で、物欲の手放し方は結論を言うと欲しいものリストを作るということです。はい。これね、不思議なんですけど、逆説的な方法ですね。で、ノーバイチャレンジっていうチャレンジを、昨年から継続的にやってるんですけど、その中で僕が気づいたことなんですよ。で、普通に考えてみれば、その欲しいものリストを作るっていうことは、結局その欲しいものをそこに羅列しているわけだから、よりね、その購買とか買うこととか、それを手に入れることを強調する行為なんじゃないかなっていうふうに考えるのが普通だと思います。で、私もそのように長らく考えてたんですけど、でもそのノーバイチャレンジをしていく中で、毎月やっぱり何を買ったかっていうのを記入していく中でね、昨年はずっと毎月記入していったんですけどね、で、2、3年ぐらい前からその年が始まる一番最初のね、このタイミングちょうど1月ぐらいに、今年のその購入計画みたいな形でリスト化をし始めたんですよ。つまり年始に自分が今年欲しいもの、今年手に入れたいものみたいなものを全て箇条書きで書いていくっていうことです。で、これを2、3年やってきて、で、去年はそのノーバイチャレンジをして、そのノーバイチャレンジをした中で合わせて考えてみたときに、年々ね、その自分が買うものが減ってきてることに気づいたんですよね。で、それをちょっと深く考えてみたら、それは結局自分が欲しいものリストを作ったからだというふうに結論付けたわけです。で、欲しいものリストを作ることが実際じゃあどのように効いてくるかっていうことなんですけど、これは自分のまず欲望の可視化っていうか、そういうところが一つ効果があるなと思っています。で、いわゆるその無意識の欲望というのが一番怖くて、で、僕たちは今いろんな情報にさらされてますよね。SNS を見ればもう広告が出てくる。で、それからこういうふうに発信をしている人とかインフルエンサーの話を聞いたりすると、その中でその人が使っているものとかがどんどん出てくると。で、それでその欲しいっていうね、欲望が喚起されて、それが買い物につながっていくっていう、いわゆる世界は広告で動いているみたいな、そういうところがあるわけですけど、そこがやっぱり無意識のうちにそういうのにさらされているのだから、その無意識をちゃんと意識化して自分の中で見定めていくことができれば、で、買い物について深くより考えることになるので、買い物が減るっていうことがね、起きるんですよね。で、それが持ち物リストを作ることの意味で、で、これは面白いことに、書いたからといって、で、それを必ず買わなければならないってわけではないんですよ。で、これつまりこの欲望の可視化をすることが、一番の目的なので、自分がどういうふうなものを求めているのかっていうのをもう本当に全部ね、そこで一回吐き出すっていうことを行う。で、書いた後にその持ち物が実際ね、眺めてみて、で、それを全部多分変えるわけではないと思うんですよね、多くの人が。だから一回その全部欲しいものを書いた後に、じゃあどういうふうにそれを今年1年の中で計画的に購入していこうかってことを考えることになるんですけど、で、例えば5個ぐらい書いたとして、それをね、一気には無理だから、これ1月にじゃあ1つは手に入れて、で、2月、3月、4月、5月みたいな感じで、1月に1個ずつね、買っていこうみたいな計画を立てたとします。で、そんな時に、どれくらいその予算が必要かっていうことがまず分かってくる。で、何かその1年の中で発生する特別な行事とかイベントのために買いたいものっていうものもあるだろうし、そういう時はそのね、やっぱり月に合わせて買っていく。で、その予算がまず明確になるみたいなところで、その年間計画みたいな形で俯瞰することによって、それが本当に必要なのかっていうことをそこで改めて考える効果があると思っています。だから使い方としては書いて終わりではなくて、まず全部自分の欲望を吐き出して、で、自分のその欲望を可視化して、その物欲ですね。だから物欲をまず可視化して、で、その中でそのものが本当に必要なのかっていうのを考えると。で、面白いのが意外と書いて満足するっていうことも出てきます。はい。これは人によっていろいろあると思うんですけど、でも本当にその自分が欲しいものを全部で羅列してよくて、それはもう小さなものから大きなものまで何でもありです。だから僕の場合は今年はね、4つぐらいアイテムを書いたんですけど、だから本当にその人によってはランボルギーニとかベントレーとか大きいね、今年その家を買いたいって思ってる人は家をね、そのリストに入れてもいいでしょう。で、それを書いた後で眺めてみて、で、やっぱり文字に起こすと結構その具体性を帯びてくるので、じゃあその家っていう風に書いた時には、じゃあどこのエリアに買うのかとか予算は頭金はみたいな感じでいろいろ考える要素が出てきて、で、そこからそういう風に考えてるうちに、そんなに買うことがめんどくさいのであれば、
これいらないかもなっていう風な思考に転換ができたりとか、で、そうなった時はそのまま欲しいものリストからそのものを削除することができます。そうすると、そのものはもう買わなくていいっていうことになります。で、ちょっと最後に今自分が具体的にじゃあどういう風な書き方をしているのかっていうのをちょっとお伝えしようと思うんですけど、で、ポイントとしては書くときにやっぱりその具体的なアイテム名を入れるっていうのも大事で、それが決まっていないっていうことは、結構そのまだリサーチのしがいがあるっていうことなんですよね。で、例えばそのスピーカーを欲しいと思っているとして、スピーカーと書くとします。で、スピーカーと書いた後にちゃんとしたそのブランド名とか商品名まで書けないのであれば、それがじゃあ何かっていうのをリサーチするっていう過程が発生しますよね。で、そうなると、そのリサーチしている間に、実はスピーカーで聞けるものは自分のパソコンとか MacBook で聞けるのだから、スピーカーいらないかもしれないなっていうところに思い当たったりとか、あるいはスピーカーを調べているうちに今度はアンプが必要だってことが分かったりとかね。で、その今度はアンプの深みに今度はまっていくと、さらに予算が拡大するなっていうことが分かったりとかする。で、そうなった時、明らかにそのアンプまで買える予算がないって分かって、だったらそのスピーカーを入れなければそのアンプを買う分の予算も削減できるみたいな感じで、結局なんかそれがね、考えることになって、それが購買の欲望とか意欲を一旦ね、そこでこう冷静に考えて落ち着かせるっていうね、で、そういうことができるようになります。で、それからその他の効果としては、やっぱりその一つの有限性というか、自分が買うものの総量を可視化することができれば、これ持ち物リストと同じなんですけど、その可視化することによって他のね、ことに目移りしなくなるんですよ。だから一つのその購買目標みたいなものとしてもそのリストが機能するので、例えば5個のアイテムを書いたとします。で、5個のアイテムを書いたら、1年間でもうそれ以外は何も買わないって決めてしまうんですよ。そうすると、その5個書いているもの以外の商品には目移りしなくなるっていうかな、他のものをこう探すアンテナみたいなものがそこで一回ね、切断されます。だからそのリストにしたものが自分が今年買うものだっていうふうに、そういうふうな整理ができるので、それ以外の情報をね、無駄に追ったりとか、他のものに目移りするみたいなことが結構ね、少なくなるんですよ。これが結構ね、不思議だなと思いましたね。やっぱりその自分の欲望を可視化するってことってなかなかしないですよね。で、それはだからいろんな欲望がある中で、それを購買、何か買い物みたいなところだけに絞って、やることによって、その物欲を抑えられるっていう風な、なんかそういうメカニズムが働いているような気がします。これは結構自分の実体験ベースで、そういう研究が実際にあるのかどうかわからないですけど、でも実際にね、自分が過去2年3年にわたってこれをやってきて、実際にその買うものとか金額の総量が減っているので、結構効果があるんじゃないかなと思っています。で、実際に欲しいものリストの作り方なんですけど、まずね、常に見れるようなメモ帳を用意します。これはもうデジタルでもアナログでもいいんですけど、どっちでも好きな方でいいです。僕はもうデジタルで管理していて、いつも自分が見る場所ですね。見る場所に置いておけるメモ帳。それはApple のメモとかでもいいだろうし、Google のなんかシートとかでもいいでしょう。そういうものに常に見られるようなところに一つメモを作ります。で、その中で箇条書きでですね、自分が欲しいものを羅列していくだけです。で、その時に重要なのは、商品名まできちんと把握できているのであれば、もう決まっているのであれば、商品名も具体的に書いてください。で、その書いた後に、大体の金額を書いてください。で、僕の今年の買い物リストは、AirPods が今、古くなってて、最優先事項の入れ替えなんで、AirPods Pro 3って書いてます。で、価格がね、39,800円。そういう風な感じで、商品名と値段を書いて羅列していく。で、基本的にはもうそれだけですね。で、細かくカテゴリーを分けたりとかは一切しません。もうめんどくさいんで。だから本当に欲しいものを自分が思うままにですね、今年はこれを手に入れたいみたいな感じで、もう全部ね、羅列します。で、物と金額を書くと。で、その物がはっきり決まっていない時には、さっきみたいにスピーカーならスピーカーっていう風にざっくり書くと。で、ざっくり書いて、後でその買う時に考えるっていう過程を設けると。で、そのリストを見ながら、なんかそのトータルでね、年間でだいたいどのくらいのタイミングで買えばいいかなみたいなものを計画するのも
ありです。で、そうすることによって年間の予算の使い方みたいなものも明確になるし、で、簡単にね、その金額も書いてるので、例えば合計金額っていうものを出すことによって、私がこの1年間で買うものの総額みたいなものがわかると思います。で、その金額があまりにも高ければ、自分の仕事量を増やさなければいけないかもしれないし、あるいはその欲しいものを翌年に回さなければならないかもしれない。だからそこで分散が必要だったりとか、あるいはそのリストの中で、これはちょっと今年はやめとこうっていうふうに諦めたりとか、そういうことが発生します。だからそういうところを書いた後で考えていくっていうことですね。だから作り方としてはすごいシンプルで、さっき言ったように書くだけ。で、運用の方法としては、これも一つポイントがあって、で、何かその自分がリストに書いたものを手に入れるとします。で、手に入れたら、それを消します。で、それはただ消すのではなくて、削除するのではなくて、なるべくその打ち消し線みたいなやり方で、そのアイテムが見えるようにしてほしいんですよ。これがポイントですね。打ち消し線って大体書式で設定できて書けるアプリが多いんで、打ち消し線を書くと。で、その横にですね、購入した日付を書く。それだけです。はい。で、そうすることによって1年が終わるときに、最後に振り返るときに、ちゃんとそのアイテムを手に入れてるか、で、そしてそれを手に入れた日はいつかみたいなことを、大体把握できるので、それによってもう一回考えることができると。で、常にもう考えることが大事で、一番最後にだから年末にですね、それを考えてみて、実際その道具を今も使っているか、で、それが実際に自分の生活を向上させたか。で、実際にそれによって QOL が上がって役に立っているか。今も役に立っているか。そういうことを考える。で、それがもし当てはまってなければ、それは失敗だったってことになりますよね。大体、多くの買い物というのはもう失敗であると思っていて、で、買っても結局使わなくなったりとか、新しいものが出てきてまた次のものを買うみたいなことになりがちなんですけど、でもそれをやっぱり年末にね、考えるっていうことを含めて、持ち物リストの一つの有効性、機能だと思っているので、だからその打ち消し線でちゃんと見えるようにしておいて日付を書くっていうのが、運用上の一つのポイントになるかなと思っています。はい。ということで今日の話はそんな感じですね。もう物欲が止まらない人、欲しいものがありすぎる人、一回自分の欲望を全部可視化してみて、それで改めてそれを見て、金額と照らし合わせて考えてみてはいかがでしょうか。週に1回私の実践報告もレターで報告してますので、概要欄より登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。